こんにちは、塩田正宏です。今日は、塩田合同先生の、動画から抜粋して、技を説明していきたいと思います。で、今日行う技は今ね受けの藤井さんも知らないですけども、はい、何をやるかというと、よくその動画でね、こう持ってこう2か条を決めて、こう相手の手が外れないっていうね動画がありますけども、これをねどうやるかちょっと説明をしていきたいと思いますね。外したかったけど、はい、そう、これはね一般的にね出回っちゃってる動画でもあってね、受けの先生がね塩田剛三先生がね話したくても離れないですねってこう言ってますけども、離れないんですよ。離れなかった。痛いんですけど、ちょっとこう、よし。そうするとこの手持った離しはいいんですがねなかなか離れないですねなんで離れないんでしょう。なんでだろうね、なんかくっついちゃったというか、最初自分は握ったんだけど、わかりませんね、わかんないですね。なんでしょうね。で、僕もね、その動画は結構、10年以上前にこう見てて、もっと前か、見てて、外したきゃ外せばいいのにってね。そう、でも外せないですそうですよね。そう、外したきゃ外せばいいのにって言って、ね、受けもなんか、あれはね、演技してるように見えないし、ね、なんでかというと、ね、それをこう、説明していくわけですけど、今までこうね、2か条ってね、こう最初にやるのはこう両手で持ったりですよね。こう肩につけて決めたりしますよね。で、綾持ちがありますよね。綾持ちでこう、綾持ちも外れないようにこうできますけども、こう持ってね、こう決めたりってあるんですけども、今のはね、右手と、合三先生左手でやってましたね。で、この説明をしていきたいんですけども、今こう持たれてます。これがね、相手が伸びててもね、曲がっててもいいんですけども、なんで離れないかっていうと、一言で言うと、このね、持ってる手の中身、手の中身って僕よく言ってるけども、わかりますか？このね、触れてるところが変わらないんですよ。例えば、指の操作でこうやってやったらどんどん変わってきますよね。で、手首もこう、曲がってるじゃないですか。そうだから手首だけを痛めるんですよね。よくね結構言っていいのかわかんないですけども、私もね、指先を相手の方にこう入れてって言って綾持ちの時もこうやってね、こうえぐるようにって言ってね、そういう動画いやね、結構ありますけど、こうなったらこうね、手首が痛いでしょ。痛いです。痛いんですよ、まだ立てますしね、まだ強いですからね、ここの人は、ね、手首も強いですから、こう持ってこうやってやると手首の内側が変わってしまう。なのでここを変えないで決める。他の部分ここを変えるんですよ。肩を落とせばここのね、力が乗ってくるんですよ。こっちだけやればこう肩にも力が入って相手の手首痛くさせちゃう。でもここをね抜くね、わかりました。ちょっとリラックスして。痛い痛いしせたかったです、そうですね。こうやってやってこうなったのは痛い、でもここから大げさにやるとこう抜いていく、スッとね。でこれもまた離れないし、起き上がれな、今ね起き上がれるけどもね、これで起き上がれない。つながったからここが手離したね、離れないしね。今見えてなかったですかね離れないんですよ。なのでこう持ったらすいません、何回もね同じようなこと言ってますけど、こうじゃなくてここを落とす。そうすると僕のここの力が伝わってくる。でね、こうさらに今ね、これちょっと今の相手の姿勢ってまだねこうなんか起き上がれそうじゃないですか。これあえてこうかけてないわけですよ。
この後ろから蹴る力をね、こう腰に伝えてこうやればもう動けないですね。まあセンスっていうのはこういうことですね。はい、でもここは変えてないんですよ。この中身は持たれたところから変えない。今ね、相手が女性だから女性ですけどもね、指が長いね男性とやった方が最初は簡単ですよ、離れないのは。でも子供とかご高齢の人とやった時にも外れないようにしなくちゃいけないんですよ。なので本当にこうできるようになるにはね、子供といっぱい組んで、このね繊細な手に痛くないように痛くないようにって思いながら、変えないように変えないようにって思いながら練習をするね。こうつながってるでしょ。だから起き上がれないねっていうことですね。なんで起き上がれないですか。で、指外したいですけど、指も動こうとしないです。うん。なんでですか。なんででしょうね。なんでですか。なんでですか。いや、なんでっていうのはやっぱこうなってね、ここが変わってないから、ここがこう変わってない、手首が不自然な方向になったら外れるんですよね。よいしょ、ほら変わってないでしょ、なんも。あ、見えないあ、ここじゃ見えない。こうねなった時にここが変わってないでしょ。あ、でも今これね緩くなっちゃってるから、ちゃんとこう指に引っ掛けるぐらいのとこいかないと。ここが変わってないからね、こう引っかかってるところにね、で、起き上がられる時もこう手の感覚としてはすんごい楽、ね、ちょっと一回しゃがんでいただけますか。で力入れてたら起き上がろうとしたら疲れるんですよ。でもこうだからね、肩を下ろすんです肩を落とします。ここをね使わないから楽なんですよ。起き上がられても疲れない、こうなってたら疲れる。だって力入れてるからね、ここにね。はいね、そしたら、痛いです。疲れないですから、合気道こんな感じで。で、なんていうか、さっき先生が言ってたのは、相手のこういうふうにかけた後前に進んでいくわけじゃないですか。ね、おへその方に進んでいくとかじゃないですか。最初はおへその方に進んでいくって教わったってことですかね。そう進んでいくわけではないですね。ね、こう持ってるところにさ、進んで2か条決めるときは進みますよ。丹田から引き寄せられるように進むんですよ、自然と。で今この場合はこの軸で僕の軸があって、このまままっすぐ落ちるんですよね。まっすぐ落ちる。で起き上がろうとしてもこうねね、こっちにかかってるから、自分の軸の方にも戻れない。そうですか。いい質問ですねいえいえ。ね、ぜひね、他のいいですか、もう質問は、大丈夫です。他の動画で質問などありましたらぜひコメントでいただけたらと思います。でまた動画が良かったと思いましたら高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。